報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第32話。絶望とともに再び現れるガルグゾルダが剣を振り上げた瞬間、空間がねじれるほどの重圧が戦場を飲み込んだ。空気が震え、全員の肌がそうけ立つ。来るぞ、ユーマが叫ぶと同時に魔族の将の剣が地面を叩き切った。スン。大地が悲鳴を上げるように割れ、衝撃波が一直線に走る。剣吾が盾を構えて真正面から衝撃を受け止めるが、その一撃は凄まじく、地面を滑るように後退させられる。剣吾、下がれ、ユーマが叫ぶが、敵の攻撃は止まらない。ガルグゾルダは寸分の隙も与えず、さらに踏み込み、剣を旋回させながらなぎ払う。リーナさん、援護射撃を。岬の声が届くより早く、リーナの矢が放たれる。だが矢は甲高い音を立て、ガルグゾルダの鎧に吹かれた。鎧が。違う。魔力の障壁をまつわってる。ユーマが目を細めてつぶやいた。ガルグゾルダの装備はただの鎧ではなかった。ジョージー。周囲の魔力を循環させ、自動で防御結界を展開している。それなら、こっちも力で押し切るしか。カスマサが劣化の葉に全魔力を込め、渾身の斬撃を叩く込む。炎がはぜ、ガルグゾルダを包み込む。その中心から冷たい声が響いた。虫けらが次の瞬間、漆黒の魔力が爆発し、炎を一瞬で吹き飛ばした。カスマサがとっさに飛びのくが、爆風に巻き込まれ、再び地面を転がった。みんな、下がって。岬がランタンを掲げ、広範囲に光の防御結界を展開する。しかし、その光さえも、奴の剣が割って飛んでくる。無駄だ。光も火も水も、すべて砕く。ズドーン。キャー。岬の悲鳴が響く。バキーン。爆音とともに、岬の結界が蜘蛛の巣のようにひび割れ、次の瞬間、無数の光の破片となって飛散する。リーナが危うく岬を抱く抱え、間一髪で致命傷を回避した。ユーマ、このままじゃ、リーナの声が震える。ユーマは歯を食いしばり、ガルグゾルダを睨んだ。強い本当に。桁違いだ。だが、全身に走る痛み、最初の衝撃で腕はしびれ、呼吸すらままならない。仲間たちも皆、限界に近いのが分かった。まだ、終われない。ここで負けるわけにはいかない。それでも、ユーマはバルグゾルダの前に、よろめく足で立ちはだかった。槍を構え、次の一手を探ろうとした。その時、進ん、空気が変わった。ガルグゾルダの動きが、突如として止まる。彼の鎧が複空なり、金属の奥からかすかな振動音が響いた。まるで何かからの指令を受け取っているかのように。なるほど。わかった。ガルグゾルダは一個、二ほど後退する。待てて逃げるのか。カスマサが剣を構え、警戒を強める。だが、魔族の将の表情には焦りも恐れもない。むしろ、余裕の笑みさえ浮かべていた。命拾いしたな。命令だ。退く。だが覚えておけ。勇む者ども、次は草間らの絶望とともに再び現れる。すると、背後に巨大な魔法陣が浮かび上がった。黒紫の光が螺旋を描き、空気を震わせる。逃がさない。カスマサが立ち上がり駆け出そうとするが、ユーマが止めた。やめろ。一には勝てない。それは、怒りでも悔しさでもなく、冷静な判断だった。しかし、ダメだ。追えば必ず誰か死ぬ。その時を待つんだ。次は次こそは倒す。今は、力を蓄えるんだ。カスマサは唇を噛みしめながらも、剣を下ろす。ガルグゾルダは静かに笑い、魔法陣の中へと姿を沈めていく。やがて光が消え、戦場には再び静寂が戻った。焦げ
地面からはまだ煙が上がっている。誰もがその場に立ち尽くし、ただ呼吸を整えることしかできなかった。今回は勝ったわけじゃない。運よく生き延びただけだ。ユーマの言葉に誰も反論する者はいなかった。いや、できるはずがなかった。次こそは必ず戦場を照らす夕光が黒く焦げた大地を静かに包み込む。焼けた空気の中、わずかに差し込む光がまるで生き残った者たちへの祝福のように見えた。ユーマは槍を支えに立ち尽くしていた。あの圧倒的な力、自分がまだはるかに遠い場所にいることを痛いほど思い知らされた。俺はまだ弱すぎる。背後から小走りにかけてくる気配があった。ユーマ、振り向くと美咲がそこにいた。顔にはすがつき、髪も乱れている。それでもその瞳だけはまっすぐに彼を見据えていた。助けてくれてありがとう。あなたがいなかったら誰もあの場を生き延びられなかった。その声にユーマは小さく首を振る。違うよ、俺一人じゃ何もできなかった。まるで歯が立たなかったんだ。守れたのはほんの少しの時間だけだった。静かに目を伏せるユーマを美咲はしばらく見つめていた。そして言葉を重ねる。それでもあなたはあのバルグゾルダの前に立ったわ。誰よりも冷静に、誰よりも強かった。近づいた美咲はほんの一瞬ためらってから真剣な瞳で言った。これからも一緒に戦ってほしい。私たちはもっと先に進まなくちゃいけない。あなたとならそれができる気がするの。ユーマは短く息を吐いて美咲を見つめ返した。気持ちは嬉しい。だけど俺はまだ非力だ。この力を使いこなせてないし、自分がどこに向かってるのかもわからない。でもだからすまない。まだ一緒にはいけない。もっと強くならないと次は誰かを守れない。そう言って彼はゆっくりと目をそらした。だけど必ず戻ってくる。その時は今よりもっともっと強くなって戻ってくる。必ずお前たちの隣で胸を張れるように。美咲はしばし黙り込み、それから静かにうなずいた。待ってる。その時背後から大きな声が響いた。おいおい、哀愁ムード出してんじゃねえよ。ケンゴが笑いながら近づいてきた。まったくただの道具屋だったやつがバルグゾルダに一たちでも入れようとするなんてな。お前本当に人間かよ。ユーマは肩をすくめて苦笑する。一たちどころかかすりもしなかったけどな。それでもだよ、あいつの剣を真正面から受け止めたのはお前だけだ。胸張れってケンゴは力強く拳を差し出す。ユーマも黙ってそれを拳で返す。その音は小さかったが確かなものだった。そして最後に地震が近づいてくる。少し距離を取りながらも言いたいことは山ほどありそうな顔をしていた。言葉を探すように少し間を置くと何も言わずに、またどっか行くのかよ。言っただろ、俺は旅を続けるって。まあいいさ。どうせ俺たちが先に魔王をぶっ倒すんだ。後から来て出番がなくなっても知らねえからな。その言葉とは裏腹に一員の顔にはわずかな悔しさと、そして尊敬の色がにじんでいた。ユーマは小さく笑っていった。それでも追いついてみせるよ。負けないさ。三人の表情にはそれぞれ複雑な思いが浮かんだ。美咲は唇を噛みしめながら彼を見つめる。ケンゴは腕を組みいつものように笑ってみせたが、その瞳には名残惜しさがあり、どこか寂しげだった。カズマサはふっと目をそらし小さくつぶやく。まあそっちはそっちで険しそうだけどな。どうだかな。お前らだってずっと修羅場の連続だったんだろう。ユーマが笑いながら返すと4人の間に静かな空気が流れる。言葉は多くなかったが、それでも互いの胸に確かな絆が刻まれていた。
見送っていた。そしてそれぞれが小さくうなずき合い、彼らもまた歩く始める。交わることのなかった別々の道。しかしその先には同じ敵、同じ終着点が待っている。それぞれの覚悟を胸に旅は続いていく。続く。次回第33話、偶然にしては出くすぎてる隠れた進化の法則。